悲しいけど、これ、ガンダムじゃないのよね。ガンダムっぽいけどガンダムじゃない機体路線、ネタ解説。ガンダムの作品において、ガンダムの名を持つ機体が、最高のワンオフの機体として描かれることが多いので、敵機へ、心理的なプレッシャーを与えるために、ガンダムでなくても、ガンダムに似せた形状にすることもあります。また、ガンダムの人気がゆえに、ガンダム作品に登場する機体ではないのに、ガンダムと勘違いされることもあります。今回は、そんな、ガンダムっぽいけどガンダムじゃない機体を5つ、ご紹介させていただきます。解説の都合上、ネタバレを含みますので、ご注意ください。1、水中型ガンダム、ガンダイバー。RAG-79G1。水中型ガンダムはミッシングモビルスーツバリエーションに登場し、1年戦争中、ジオンの水陸両用モビルスーツに対して性能不足が否めなかったアクアジムをエースパイロット向けに再設計した機体です。1年戦争中、地球に降下したジオン軍は、ジャブロー攻略を念頭に、水陸両用のモビルスーツを積極的に開発、そして運用していました。その対応に苦労していた連邦軍は、水中戦に対応できるように、ジムをベースに、急ピッチで改造したアクアジムで対応していましたが、水中での戦闘能力は、ジオン軍が投入したモビルスーツの方が圧倒的に優れており、苦戦を強いられます。そこで、アクアジムをさらにチューニングアップしたのが水中型ガンダムとなります。頭部をガンダムに似せているので、ガンダムの名を冠していますが、機体の開発経緯から中身はガンダムではありません。SD クラブ第13号掲載小説、モビルスーツコレクションノベルズアクト6、5050では、ジャブロー行きの先端護衛のモビルスーツ隊、アクアジム3機と共に配備され、ジオン軍のゴッグ、ハイゴッグ、ズゴックからなる7機の敵水陸両用モビルスーツ隊と交戦し、撃退しています。2、ストライカーカスタム。RGM79FC ストライカーカスタムは、アーケードゲーム、機動戦士ガンダム、戦場の絆と、コラボ漫画、機動戦士ガンダム、刀などに登場する機体です。この機体は、ジムストライカーをベースに作られています。ジムストライカーは、一年戦争末期に完成したジム、海をベースに、近接戦闘に特化して開発された機体です。敵機との接近時に被弾することを考慮し、着弾時の衝撃を外部へ拡散するよう内部策薬を搭載した装甲ウェアラブルアーマーが全身に施され、その分の重量増をカバーするため大型バックパックや脚部スラスターを創設しています。また対接近戦で優位に戦闘を行えるようツインビームスピアーを装備しています。ストライカーカスタムは1年戦争後にこのジムストライカーの流れを組み、さらにガンダムタイプの頭部を搭載して格闘戦を重視したエース専用機の一つとして開発されました。ジムストライカーの次世代対応型モデルと位置づけられ、宇宙空間でも使用可能です。機体の頭部には精神官能 AI システム妖刀が内蔵されています。ガンダムタイプの頭部に加え、白を基調としたカラーリングが施されているので、いかにもガンダムっぽいですが、開発経緯からはジム系とされている機体です。3、ペイルライバー。RX80PR ペイルライバーは連邦軍のレビル派の高官であるブレイブによって秘密裏に推進されるペイルライダー計画の中心機体です。2014年発売のプレイステーション3用ゲームソフト機動戦士ガンダムサイドストーリーズのシナリオ機動戦士ガンダムガイデンミッシングリンクに登場して以降、ペイルライダー計画で様々な派生機体が登場しています。ペイルライダーはブルーディスティニーに搭載されているエグザムシステムをもとに開発された特殊システムハデスを搭載した機体で、オーガスタ研究所の極秘研究施設が開発の主導的役割を負っていました。頭部はツインアイにゴーグルを装着し、ガンダムタイプとジムタイプの中間的な外観で戦況に応じた多彩なオプション兵器が用意されています。ペイルライダー計画はジムスナイパー2をベースにした RX80 と呼ばれる機体をもとに、ホワイトライバー、レッドライダー、ブラックライダーが開発され、その後ペイルライダーが生み出されています。特にホワイトライダーはガンダムフェイスとなっていますが、元のベース機体がジムスナイパー2なので、ペイルライダー系列はガンダムではなくジム系とされています。劇中ではハデスの被験体である少女クロエ・クローチェが専任パイロットとなり、ジャブロー攻防戦でマルコシアス隊との交戦中に突如乱入し、驚異的な性能を見せつけるなどをしています。4、
ヘイズル。RX-121 ガンダム TR1 ヘイズルはアドバンス・オブ・ゼータ・ティサーンズの旗の下に登場する機体です。この機体はティサーンズの決戦兵器開発プラン TR 計画の1号機となっています。TR 計画はベラーズ紛争終結後にティサーンズが行っていたモビルスーツモビルアーマー開発計画です。戦略兵器ガンダム TR6 インレの開発構想で、ガンダム TR6 インレはサイコガンダムの倍以上にもなるサイズと複雑な構造を持ち、いきなり実機の製造に移るのは困難でした。そのためまず試作機のテストを行うというものです。ガンダム TR1 ヘイズルはその1号機です。オプションパーツの換装による多様な作戦への対応というコンセプトの下で開発されます。一年戦争の活躍により伝説的な名機となったガンダムを模したタイプの頭部を装着することによって友軍や敵軍への心理的影響とその存在自体が戦局に与える効果の検証も目的としています。ジオン兵との実戦運用でデータ収集を行うことを想定しているので、ヘイズルは強化されたセンサーを頭頂部に張り巡らせています。そんなヘイズルのベース機としてはメンテナンス時のパーツの互換性の高さを考慮してジムクーエルが選出されました。各部を強化パーツに換装したことから標準的なジムクーエルと比較すると高性能な機体になり、それに伴って機体特性や操作性も大きく変化したので、操縦には高度な操作技術が求められるワンオフ機となりました。しかしあくまでベースはジム系のジムクーエルなのでガンダムではありません。ちなみにガンダム TR6 インレのロールアウト完成はティサーンズの敗北が決定的となったグリプス2攻防戦の直前まで遅れてしまいました。両陣営が泥沼の戦局に陥ることを恐れた者たちは極秘に TR6 の破壊命令を下しています。TR6 の実質的な廃棄処分が行われて開発・配備計画が頓挫したかと思われましたが、アドバンス・オブ・ゼータ第3作目アドバンス・オブ・ゼータギブートガンダムインレクロウサギの見た夢において計画が再始動していたことが判明しています。5. トールギス2 OZ00MS にトールギス2は新機動戦機ガンダムウィングに登場する機体です。アフターコロニーの世界で初めてのモビルスーツであるトールギスの予備パーツを組み上げて作られたのがトールギス2です。トールギス2はストーリー終盤でトレーズクシュリナーラ用の機体として登場しています。機体カラーは青と白を基調としており、フェイス部はガンダムタイプに近いものとなっています。全体のスペックはトールギスから底上げされています。新機動戦機ガンダムウィングにおけるガンダムとはガンダニウム合金を使用している機体を指します。トールギス2のフェイス部はガンダムに近い形状をしていますが、トールギスの余剰パーツを組み上げたものであり、ガンダニウム合金製モビルスーツではないのでガンダムではありません。ただし小説版ではガンダニウム合金製モビルスーツとされているのでガンダムに分類できるという作品によってガンダムかそうでないかが分かれる機体です。劇中ではホワイトファングとの最終決戦の際に地球圏統一国家の司令官機としてトレーズクシュリナーダが登場して最前線で戦い、ホワイトファングのビルゴ2を多数撃墜するなど猛戦した後、因縁の相手であるチャン・ヌーフェイのアルトロンガンダムと一騎打ちを行っています。これで戦場の光はより一層輝きを増すことだろう。以上、ガンダムっぽいけどガンダムじゃない機体をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。どう見てもガンダムに見えるものの心理的な効果を狙ってガンダムフェイスになっているだけで、実はガンダムではない機体が他にも数多く存在します。皆様の思い入れが深いガンダムっぽいけどガンダムではない機体、ぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。余談ですが、先日の動画ガンダムに見えないガンダムのコメントでとても多かったのがヒュッケバインでした。ヒュッケバインはスーパーロボット対戦シリーズのリアル系オリジナル主人公機として姿・形を変えながら登場し続けている機体なので、ガンダムどころかガンダム作品の機体ではありませんが、洗練されたデザインから非常に人気の高い機体となっています。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。